これは大電流用の 0.2mm 圧のニッケルストリップ。まずは Amazon で売られている4000円のスポット溶接機を試しています。出力は最大に設定します。このスポット溶接機で厚手のニッケルを重ねて溶接していました。見た目はくっついていますが、このように簡単に剥がれてしまいます。そこでハイバッテリーを使った高出力スポット溶接機を作ります。5年前のものですが、インジケーターはグリーン。大電流を制御する心臓部には MOSFET を使います。ただし一つでは電流を流しきれず壊れてしまいました。そのためこのように並列に接続する必要があります。まずは銅板を加工して MOSFET を並列接続するユニットを作ります。この銅板には MOSFET の熱を逃がし、複数の FET へ大電流を均等に流す役割があります。一部の FET に電流が集中すると、その FET だけが先に壊れます。そして一つが壊れると、残りの FET にさらに負荷がかかり、連鎖的に壊れる可能性があるからです。MOSFET の足はあらかじめ曲げておきます。銅板に取り付けたとき、足と銅板がしっかり密着するようにするためです。これを銅板にネジ止めし、ドレイン端子も銅板にハンダ付けします。ここはかなり時間がかかります。銅板は熱を逃がしやすいため、普通の基板のようにすぐにハンダが流れません。表面だけを溶かすのではなく、銅板側までしっかり熱を入れる必要があります。次にゲートとソースの間にプルダウン抵抗を取り付けます。MOSFET のゲートが浮いて誤動作しないようにするためです。これが今回作る回路の全体像です。スイッチを押すとタイマー IC が短いパルスを作り、MOSFET を一瞬だけオンにします。では実際に電子回路を作っていきます。回路自体はとても単純。IC のほか抵抗とコンデンサだけで構成されています。最後にタイマー IC とゲートドライバーをソケットに差し込めばほぼ完成。制御基板ができたら MOSFET ユニットを取り付けます。ソース側の端子も銅板にしっかりとハンダ付けします。ゲートドライバーの出力線を MOSFET のゲートに接続。ゲートとソースが接触しないように熱収縮チューブで絶縁しました。次に直径 4mm の銅の丸棒を加工して電極を作ります。長さは6センチから10センチ程度が使いやすいでしょう。先端の加工には砥石を使います。銅棒をドリルに固定し、回転させながら形を整えると簡単に加工できます。細く加工しますが、尖らせすぎに注意。先端が鋭すぎると電流と熱が一点に集中しすぎて不安定な溶接の原因になります。配線はできるだけ太く、できるだけ短く、これがポイントです。配線抵抗が大きいとせっかくの大電流が無駄になりますからね。電極棒とケーブルはしっかり密着していれば機能します。今回は電極棒にケーブルの胴体を直接当て、結束バンドで強く固定しました。ただしこのままだと電極棒が動いてしまうため、熱収縮チューブで固めます。ケーブルの反対側には丸型圧着端子を取り付け、バッテリーに接続できるようにします。
本体ケースは 3D CAD を使って設計しました。実際の基板のサイズを測り、それをもとにモデルを作ります。作ったデータをもとに 3D プリンターでケースを出力します。ケースにはインサートナットを組み込みます。インサートナットはハンダゴテで直接入れることもできますが、フリーハンドだと斜めに入ったり位置がずれたりします。今回は専用のインサートナット圧入ジグを使いました。ちなみにこのジグも自作したものです。CAD で設計したケースなので基板や端子の位置もぴったり合います。安全のためにヒューズボックスも取り付けます。万が一ショートした場合やタイマー回路に異常が起きた場合、ヒューズが最後の保護になります。これは必ず必要です。バッテリーケーブル、制御基板の電源コード、MOSFET ユニットを接続し、しっかりネジ止めします。実際に溶接する前にタイマーが正しく動作しているかをオシロスコープで確認します。可変抵抗を最小にしてテストすると、設計通り約1ミリ秒のパルスが出力されました。では最小パルスで実際にスポット溶接してみます。タイマー IC の出力パルスと溶接によって発生するバッテリーの電圧低下を同時に測定します。波形を見るとタイミングがぴったり一致していますね。設計通り機能していることを示しています。ところが溶接はうまくいきませんでした。1ミリ秒では短すぎたのかもしれません。可変抵抗を変え、パルス幅を長くしてみます。2ミリ秒にしました。これでもまだ溶接できていません。5ミリ秒まで長くしました。確認するとしっかり接合できているようです。手では剥がれず、ペンチを使わないと引き剥がせないほど強力に溶接されています。さらに10ミリ秒まで長くすると、今度は熱が入りすぎました。木の下敷きが焦げつくほどで、これは過剰な出力かもしれませんね。正常に動作することが確認できたので、ケースの蓋を閉じます。出力調整ダイヤルのメモリも 3D プリンターで作ってみました。0で約1ミリ秒、100で約20ミリ秒になります。出力の目安が一目でわかるようになります。これは溶接用のスイッチホルダーです。電極を持ちながらスイッチの操作ができると便利ですから、3D プリンターで専用のホルダーを作りました。ボタンも押しやすくなりました。では市販の4000円スポット溶接機と今回作ったハイバッテリー式スポット溶接機を比較してみます。テストには 0.2 ミリ圧のニッケル箔を使います。まずは市販のスポット溶接機で溶接します。次に自作のスポット溶接機で溶接します。見た目だけでは大きな違いは分かりません。しかし剥がしてみると違いは明確です。市販品で溶接した方は手で簡単に剥がれてしまいました。一方自作機で溶接した方はペンチを使ってもなかなか剥がれません。しっかり溶接できていることが分かります。
ここまでで 0.2mm ニッケル箔を実用的に溶接できることが確認できました。さらに電池のタブ溶接だけでなく、薄い金属板の溶接にも使えないか試してみます。そのために 3D プリンターでこのようなアームを作りました。両側から電極で挟み込んで溶接する構造です。取り付けにも工夫をしていて、電極棒とスイッチホルダーをそのまま差し込んで取り付けられるようにしています。まずは 0.2mm のニッケル箔でテストします。出力は 10% 程度です。ペンチを使わないと剥がせないほどしっかり溶接できました。次に 0.5mm のステンレス板でテストします。出力は 60% 程度に設定します。1箇所の溶接だけですが、しっかり接合されています。ペンチでようやく引きちぎれるほどの強度が出ました。ここでよくある疑問についても確認しておきます。前回、リレーを使ったスポット溶接機の動画を公開したところ、リレーをタイマー IC で制御すれば良いのではというコメントをもらいました。これは当然の発想で、私も同じことを考えて実験していました。まず、タイマー IC で5ミリ秒のパルスで動作させると、リレーの動作が追いつかずオンになりませんでした。パルス幅を長くし、9ミリ秒あたりでようやくリレーが反応します。しかし、波形には大きなノイズが出ています。12ミリ秒まで長くすると電圧効果は確認できますが、復帰が鈍く正確な制御は難しいことがわかります。しかも繰り返しの再現性も低く、パルス幅が安定しません。またリレーにはアークの問題もあります。スローモーションで見ると接点でしっかりアークが確認できます。たった30回ほどのテストで端子がここまで傷んでいました。リレーは簡単ですが、高速で安定したパルスを作る用途には向いていないんですよね。最後にこのスポット溶接機を使って実際に家電を修理してみます。これは充電しても動かなくなった電動鉛筆削りです。バッテリーが劣化している可能性があるので早速分解してみました。すると中にはリチウム電池が入っていました。配線は直接電池にハンダ付けされているのではなく、スポット溶接されたニッケル箔にリード線がハンダ付けされていました。ちなみにリチウム電池は身近な小型家電に幅広く使われています。このバッテリーパックのように分解してみると中身はリチウム電池だったりします。しかも劣化したバッテリーパックであっても1本のセルが壊れているだけで他のセルはまだ生きていることがあるのです。このユニットも片方は 4V 以上あり正常でした。正常なセルを選別したらニッケル箔をスポット溶接します。バッテリーをケースに入れ、ニッケル箔に電源コードをハンダ付けします。
無事に動作しました。このようにスポット溶接機が1台あると、リチウム電池内蔵の様々な小型家電の修理ができるようになります。新品のセルを購入しても1本数百円程度、うまく使えば安価に修理できます。今回作った FET 式スポット溶接機やインサートナット用の溶着ジグが気になる方は概要欄のリンクを確認してください。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価で応援してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。